เด็กๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะลูกนะครูพัดเป็นห่วงนะคะมีคำว่าอะไรคะเปรี้ยวมีคำว่าเกี่ยวข้าวมีคำว่าข่าวคราวเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะมีคำว่าเปรี้ยวนะคะมีคำว่าเกี่ยวข้าวนะคะ書き終わりましมีた。คำว่าข่าวคราวมีはい、ということで絶賛オンライン授業中でございます。改めましてこんにちは、バンコク在住のテクです。今日はちょっとタイバンコクの現状を急遽お伝えしたいと思います。今ご覧になったように娘もオンライン授業なんですけれども、私自身もですね去年にも1回あったんですけれども、自宅待機というか、そのような状態になってしまいました。参考までにこちらですね7月20日の数字を例にとってお話しさせていただきます。ちょっと見て分かりにくいんですけども、日本語訳の文とあとタイ語で書かれている文ですねがあります。で内容はちょっとずつ違います。これ同じ日の発表文なんですけれども、多少時差がある分数字が違ってたりするんですけれども、現在治療中が、12万6765人、治療中の人がいます。今現状このところここ1週間2週間ぐらいですかね、1万人以上の新規感染者毎日更新してます。ずっと似たような数字ですね。1万人超えという数字がずっと横ばいで続いています。大体1万1000人ちょっと超えた数の新規感染者、7月20日の分では出ています。で他の日に関してもですね、1万人ちょっと超えた数字でずっと続いています。一応20日発表の数字でいうと、新規感染者1万1305人、で死亡が80人というふうになってますね。であんまり重い話をこの動画で話したくはないんですけれども、一応現状こんな感じだよというのを知ってもらうという意味で今回はお話しさせていただきます。前回4月頃にバンコクの現状とその経緯という形で、お話しさせてもらっている動画があるんですけれども、それに引き続いてですね今回、ずっと状況的にはやっぱ悪くなってましてにもかかわらずなんですが、7月1日からサンドボックスという呼び名で、プーケットで外国人観光客の受け入れというのを行っています。サムイ島周辺ですね。はい。サムイ島周辺、サムイ島パンガン、タオ島で、サムイプラスという、サンドボックスと同じようにですね、外国人観光客を受け入れるという形で、スタートしております。そこ、サンドボックスもしくはサムイプラス、ここでは大丈夫なのかと。実際ね大丈夫なのかというと、ゼロではないんですよね。新規感染者この20日を例にとって言ってもプーケットでは7名、スラタニ県ですね、サムイ島周辺のスラタニ県では35人、チェンマイで46人という形で、出てます。でね、先日ちょっとニュースがあったんですけれども、サンドボックスに旅行に行って当然ワクチンの接種を受けてます。 PCR 検査も済んでます。でその状態で来た外国人旅行者の中に、陽性反応があった人の機器が見つかったと。で、隔離期間なしの受け入れというのが前提なんですけれども、陽性者が確認されたので、当然隔離されます。でどこの国の人だったっけな、女性でもう何もかも捨てて家財道具全部売り払ってプーケットに来て、私ホームレスでやってきたのに隔離されちゃったなんていうニュースがあったんですけれども、それ災難だねっていうよりもこの状況で何もかも捨ててなぜわざわざプーケットに来るのかなっていうところではあります。ということでサンドボックスサムイプラス、100% ではない状況ですね。これはもう仕方ないと思います。でワクチン接種したにもかかわらず感染者が出ているっていうのは、100% ではないですからね、ワクチンの効力。そういうのが出てくるのはもう致し方ないんですけれども、飛行機の中に例えば100人いて 99% だとしても1人もしいたらアウトなんですよね。全員が隔離されちゃうんですよね。サンドボックス、サムイプラス
これが成功するのかどうかっていうのはちょっと怪しい部分ではあります。なので皆さんこれを機会に旅行を検討されている方はですね、もう十分注意されて、リスクを承知した上で、来ていただければいいんじゃないのかなっていうふうに思います。サンドボックスなんですけれども、これ拡大する予定があります。本日今撮ってるのは7月21日なんですけれども、7月21日に、提案される新たな提案としてですね、アンダマンサンドボックス、プーケットのサンドボックスを拡大してパンガー県とクラビ県、でも観光客を受け入れたいというふうな提案、これは多分閣議決定されちゃうと思います。承認されると思いますね。内容としては、プーケットで7日間、でパンガーもしくはクラビーの定められた場所で7日間を過ごした後、大丈夫であればヤオット、バンジーとカオラック海岸線などを、訪れることができるようになるという、そういった内容の、新たな提案ですね。アンダマンサンドボックス承認されれば8月1日から行われます。ということでどんどん、そういうね隔離期間なしの観光受け入れが広がってきていいことなのかといったらですね、現状は深刻でして、横ばい1万人超えね、新規感染者数の1万人超えが横ばいとなってるんですけれども、この数字というのは現状頭打ちなんですよ。これ以上派手には増えないです。なぜかというと医療崩壊してるんですよ。もうぶっちゃけ、医療現場が逼迫してます。で、現状どういうことかというと、もう病院パンパンなんですね。で、PCR 検査を病院でしてしまうと、でそこで陽性者が、見つかってしまうと、その病院で受け入れなくてはいけないじゃないですか。でも、その病院ではもうベッドがいっぱい、受け入れられない現状があるから PCR 検査を断ってるんですね。で、私の知り合いなんかでも、ちょっと具合が悪いとか、ちょっと PCR 検査を受けたいって言って問い合わせても、もう何件も断られて5件目でようやく検査を受けられたみたいな、現状になっております。ということはですね、PCR 検査希望者が全員が、すぐに PCR 検査を受けられたとしたら、この1万人では効かないっていうのが現状なんですよ、新規感染者数。現状どのぐらいの数になるかっていうのはちょっと私には分からないですけれども、少なくとも1万人前後ではとどまってはいないっていうのが現状です。かなり慎重にこれまでことを進めていたにもかかわらず、ここまで拡大してしまったのは、新たな変異種があったというのはもちろんなんですけれども、おそらくこの第3波が始まった頃か、もしかしたら第2波の頃からかもしれないんですけれども、多くの大手企業の製造業ですね、製造業の大手企業なんかで陽性者が出ていたっていうことが何件かを聞いております。にもかかわらず業務を止めず、要するにその工場なりそういう生産の工場なりを閉鎖せずにそのまま稼働し続けて、陽性者発症者、そういった人たちだけを、隔離して休ませてというふうな形で続けてたというのが今になって分かってきたことが何件かあるんですね。でそれがもう何ヶ月か前の話ですから、そういったところからも徐々に広がってきてるんじゃないかと言われてます。そういったじわじわ増えながらバーって今広がってるにもかかわらず PCR 検査は頭打ち、新規感染者数の、頭打ちなのはそういった事情からということで、実際はこのお見せしたこの数字よりももっと深刻です。ということは一応旅行を検討されている方は頭に入れといていただきたいなっていうふうに思います。で我々生活してる側としてもサンドボックス、サムイプラスっていう風なのが始まった中で非常に深刻に生活してます。色分けされてるんですよ、タイの国内の中で、何々県は何色、オレンジ、赤とかあるんですけれども、この最高度厳格管理地域っていう、一番注意しなければいけないですよっていうのがレッドゾーン、赤のゾーンになりまして、その中でもバンコク
もう一番危ないよということでいくつも県があるんですけれども、ダークレッドゾーンという赤よりもさらに危険な場所が指定されています。ちなみにそのダークレッドゾーンっていうふうになるのは、バンコク、ノンタブリ、サムットプラカーン、パトムタニ、ナコンパトム、サムットサコン、ナラティワート県、それからパッタニー、ヤラ県、ソンクラー県、チョンブリ県、アイユタヤ県、チャチュンサオが、ダークレッドゾーンとなっております。で、ダークレッドゾーンに関して言えば、ダークレッドゾーンから発着の国内線ですね、飛行機の国内線の運航が停止されています。という風な現状になっております。バンコクの生活に関して言えば、一応夜間外出は禁止されております。他県へ渡ることも禁止されております。スーパーだったり、そういったところも時間制限ですね、8時までの営業ということになっております。コンビニなんかも夜中はやってません。外出に関しても夜9時からは外出できません。朝の4時までですね。そういう形になっております。で、その状況で、あちこちで感染者が出ているので、いろんな仕事にですね、業務に差し障ってきております。で、その影響で私自身も、ちょっともう職場の方に行けないような現状になってまして、今うちにいます。で、今うちにいるんですけれども、かといって、動画バンバン更新できるかといえばできないんですよね。なぜタイらしい生活をお見せするような撮影ができないので、ちょっとこれからどうしようかなって考えているところです。なので更新はちょっと更新頻度は上がりはしないと思います。ちょっとバラバラの更新になっちゃうと思うんですけれども、ぜひよろしくお願いします。はい、できました。できました。カレーパンマンカレーです。はい、お父さん上手にできました。美味しそうです。ということでですね、こもりきりの娘のご機嫌取りのためにカレーパンマンカレーを作りました。はい。で、今日はみんなカレーなんでね。はい。なのちゃんのカレーは、作り置き、まいさんが作った作り置きの、お子ちゃまカレーです。お子ちゃま？お子ちゃまカレー。そしてこれは、北タイ料理の原飯例です。こっちは、カオソイです。はい。そしてマサマ、残ります。北タイ料理と日本のカレーです。それでナムちゃんはマッサマン食べれるようになりました。すごいね。マッサマン美味しいです。カレーパンカレーから食べる。いいかもしれないからね。伸ばす。どうです？伸ばしちゃう。いっちゃう。カレーパンマンバイバイ。いただきます。カレーパンマンの顔が全部ピンク色になっちゃったということで今晩はカレー尽くしということでいただきます。いろいろしんどいことありますけれども、このように家庭で楽しんでおります。皆さんも美味しいご飯食べてください。じゃあまたバイバイ。元気で。いただきます。
年半で久々だな。ちょっうんね。うまっ。